私たちがあんたの練習見なきゃいけないのよ。それはそうなんですけど、私ダンスも歌もずっと一人で練習してて、だからわからないことがいっぱいで、厚かましいお願いだってことは分かってます。でも先輩たちみたいなすごいアイドルに教えてもらえたら、もっとアイドルに近づけるって思ったんです。私もっともっとアイドルに近づけるように頑張りたいんです。だからわかったわ。しずく？みのりちゃんだったかしら。お仕事があるからオフの日だけになっちゃうけど、それでもいい？もちろんです。ありがとうございます。ちょっとどういうつもり？あんた自分の仕事。昔愛梨ちゃん言ってたでしょ。アイドルならアイドルを目指す子は絶対に放っておけないものよって。わかったわよ。私も見てあげればいいんでしょ。ただし次のオーディションに落ちたらそこでおしまい。いい？はい、ありがとうございます。よかったね、みのり。練習見てもらえることになって。はるかちゃんごめんね。結局バタバタしちゃって。そういえばみくちゃんの映像は何だったんだろう。そうだね、とっても不思議だった。今日はなんだか変わったことがいっぱいあったな。みのりはアイドルになりたいんだね。はるかちゃんに言えるなんて変な気分。私はるかちゃんに憧れてアイドルになりたいって思ってたから。私もはるかちゃんにもらった分、そんな風に誰かに希望を届けられるアイドルになりたいの。だから先輩たちに見てもらって、もっともっと頑張らなくっちゃ。そう。ひのもり先輩、ももい先輩、今日からよろしくお願いします。よろしくね、みのりちゃん。力になれるよう頑張るわ。ストレッチは済ませてあるでしょうね。はい、教えてもらう時間は全部練習に使いたいので。いい心がけじゃない。ところでなんであそこで桐谷遥が本読んでるわけ？はるかちゃんはここが一番人が来なくて静かだからって言ってましたけど。ダンスの練習始まったらどう考えても静かじゃないでしょ。そういえばあんた自己 PR と面接の対策はできてるの？一次審査はダンスじゃなくてそっちでしょ？はい、もちろんです。へえ。じゃあ自己 PR ちょっとやってみせてよ。花里みのりです。趣味は振り付けの完コピ、特技はキャッチフレーズをつけることです。今日は自分にキャッチフレーズをつけてきました。夢が実って花になる花里みのりです。よろしくお願いします。2点ね。100点満点中。どうしてですか？あんたがどういう人間なのかが全く伝わってこなかったわよ。キャッチフレーズもよくわかんないし。自己 PR は自分の強みをもっと見せないと。私ならそうね、バラエティに強いとか、どんな無茶ぶりでも答えますとかかしら。桃井先輩いっぱいバラエティ出てましたもんね。芸人さんたちとのやりとりすっごく面白かったです。まあ視聴者からそう見えていたなら何よりだわ。私は何が強みなんだろう。そうね、今のあんたなら頑張り屋かしら。それをアピールした方がいいんじゃない？頑張り屋？でもみんな頑張ってるんじゃ。
一人でも頑張れるって案外誰にでもできることじゃないわ。十分あなたのアピールポイントになるわよ。オーディションに50回落ちても頑張っているところなんてすごくいいエピソードだと思うわ。確かに。ま、今日はダンスの練習じゃなくって自己 PR を磨いた方が良さそうね。いい自己 PR ができるまで徹底的にやるわよ。まあ根性はあるみたいね、あの子。昔の雫よりはしごきがいがあるって感じ。研究生時代の愛梨ちゃんのこと思い出しちゃった。とっても厳しくて。あんくらい普通よ、普通。ねえ、ところで雫、この間の話って結局まあ今日は疲れたし解散ね。また明日学校で。うん。それじゃあまたね、愛梨ちゃん。雫。